お盆の起源裏盆へ。昔お釈迦様が祇園精舎におられた頃、お釈迦様には10人の大弟子がいた。その中の一人木蓮は神通第一と称され、神通力を備えていた。ある日木蓮は亡き母を悟りの世界へ導きたいと神通力を使い探した。山を越え、海を越え、雲を越え探したが見つからなかった。しかし演武台の下500日ばかりのところについに母を見つけた。母は餓鬼道に落ちていた。餓鬼道で逆さに吊るされ、切り刻まれ、食べることも飲むこともできず、終わりのない苦しみが終わりのない苦しみを与え続けていた。母は骨と皮だけになり、落ちくぼんだ目がただ宙を見つめ立ち尽くしていた。木蓮はその変わり果てた母の姿を目の当たりにし、嘆き悲しんだ。母を苦しみの底から救いたいと心の底が叫んでいた。そして木蓮は鉢に飯を盛ると神通力を使い母のもとに届けた。母上、さあこれを。母は目前に突如として現れた鉢に飯が盛ってあるのに気がつくと、おもむろに手で飯をつかみ食べようとした。が口に入る瞬間、無情にも飯は燃え上がり灰となってしまった。何度も何度も口に運んだが、その炎は飯を燃やし尽くし、時には鋭い刃となって母を傷つけ、さらに苦しみを深めた。木蓮は泣き叫んだ。母上、母上、母上。そしてお釈迦様のもとへ飛んで行き、助けを請うた。お釈迦様は答えた。木蓮よ、お前の母はお前の可愛さゆえに他のものを顧みず、お前の可愛さゆえに他のものが死んでお前だけが生き残ればよいとも考えていた。その罪が今もお前の母を苦しめている。だから神通力を使おうともお前一人の力ではどうすることもできない。しかしあらゆる僧たちの力を借りることができたならば、お前の母を助けることができるだろう。僧たちは7月15日、夏の修行の最終日を迎える。その時に七世までもの父母を思い、ごちそうを揃え、盆に並べ、その僧たちに施しを与えなさい。そうすればその功徳でお前の母を救うことができるだろう。木蓮はお釈迦様の教え通り、7月15日になるとごちそうを揃え、盆に並べ、僧たちに施しを与えた。僧たちは仏塔の前で座禅をすると、
七世の父母のために祈願し、そしてその施しをありがたく受けた。するとたちまちに皆から歓喜の声が上がった。木蓮をはじめ、あらゆる僧たち、菩薩たちも大きな喜びに包まれたのである。その喜びは山を越え、海を越え、雲を越えて、餓鬼道に落ちた木蓮の母にまで伝わった。その時木蓮は、母が大きな喜びに包まれ、苦しみを忘れ、歓喜し、舞いながら天へと昇っていくのを見たのである。木蓮は歓喜の涙を流した。そして喜びに包まれつつ、お釈迦様に尋ねた。この功徳は未来世の者たちも同じように皆に施しを与えたならば、七世までもの父母を救うことができるのでしょうか。お釈迦様は木蓮と皆に答えた。木蓮よ、良いことを聞いてくれた。良き人々よ、一刻一刻と七世までもの父母を思い、この喜びの日、7月15日にはごちそうを揃え、盆に並べ、皆に施しを与えなさい。それによって父母の重陽慈愛の恩に報いなさい。そうすれば、その功徳はあなたの七世までもの父母を救うことができるだろう。この言葉を聞いた人々は喜び、その教えをつなぎ伝えた。これがお盆の起源となったということである。現在では地方により様々な違いがあるものの、7月または月遅れの8月の13日から16日をお盆とし、地獄の釜の蓋が開くと言われている1日には、死者を迎えるために掃除や盆灯籠などの準備をし、七夕の7日に少量棚と少量馬を用意する。この少量馬は来るときにはきゅうりの馬に乗って早く来てほしい。帰るときにはナスの牛に乗ってゆっくり帰ってほしいという願いが込められている。13日の夕刻には死者が迷わずに家に戻れるよう迎え火を焚いて、14日、15日にはお盆の起源となったお供えをし、供養する。15日の夕刻には盆踊りも行われる。この盆踊りは一辺上人の踊り念仏が元となったと言われ、また木蓮の母が歓喜し舞いながら天へと昇っていく姿とも言われている。16日の夕刻には送り火や少量流しで死者を見送る。このお盆の儀式は死者を迎え、死者を弔い、そして先祖の霊に感謝を伝えるために現在もなお続いている。